ホテルで休んでたんですけど、ちょっと興奮して寝れなかったので、チャトチャク市場行くことにしました。これバンコクの電車買うやつのボタンがめちゃめちゃ小さくて、押しづらくて困ってる人多いんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど、チャートチャックのモーチット駅まで47バーツ200円しないぐらいですかね。で、切符買いました。イコカとかスイカみたいなカードもあるんですが、この右側のカウンター並んで、パスポート出したりなんかしなあかんので、毎回切符買ってました。ちょっとめんどかったです。でモチットの駅まで、3、40分ぐらいですかね。電車で3、40分ぐらいで、着くと思います。これ、どっち向きかちょっとチェックして乗り込んでいきたいと思います。でこれチャットチャックの、駅じゃないわ、もうちょっと着いて、チャットチャック市場に入っていくところです。入り口がいろいろあると思うんですけど、これ適当に、突っ込んで入っていきました。でこれ中入ったところですね、結構人いっぱいで、暑かったです。でなんかカテゴリーが分かれてるみたいな感じなんですけど、今回目的は古着とか服をちょっと買いたいなと思うので、その辺目指して歩いているところです。でちょっとフラフラしてたら、この辺が多分古着エリアかなっていうところに入っていってみてました。古着だけじゃなくて、結構新品のものとかも売ったり、これ新品の T シャツとか売ったりしてますね。なんかアーティスト、イラストレーターとかアーティストの方が、描いた T シャツプリントして売ってるのかなと。猫ちゃんの T シャツがいろいろ売ってあったりしました。これはまた別のお店でオールドスカルって書いてましたけど、ドクロの、イラストが描かれたこの新品の T シャツですね。1枚250バーツぐらいだったと思うので、多分1000円ぐらいですね。大体新品の T シャツ250バーツぐらいで売られてました。なんかかっこいいんかかっこよくないのかよくわからんデザインなんですけど、こういう店がもういっぱいあるんで、一個一個見てるとなかなかハードっちゃハードなんですけど、ちょっと最初の方は元気やったんで、いろいろ見たりしておりましたが、こういったところでは1枚もまだ買っておりません。で、ちょっと歩いて、また別の店で、ポテトのイラストの T シャツがあったので、これちょっと奥さんのお土産に、買いました。1000円でした。で、かなり奇抜なデザインのトートバッグ売ってる店だったんで、ちょっといろいろ漁って見てましたが、ちょっと奇抜すぎて、ちょっと疲れちゃうデザインだなと思って見てましたが、あんまり日本ではあるようなないような感じでした。で、さらにいろいろ歩き回っていたんですけど、なんかこの辺りはそこまで目新しいものないなっていう感じでした。7、8年前に来た時もチャットチャック来たんですけど、なんかその頃から売ってるものがそこまで大きく変わらないような気がしております。店がちょっと多すぎるので、いいなと思ったものがあればその場で買った方がいいっていう風に言われてるのは本当その通りだなっていう感じでした。迷い出すともう迷い抜け出せなさそうで、この帽子屋さんとかもう二度と行けなそうな気がしてます。でこれカメラを、三脚の上につけて伸ばして、撮ってるんで結構やばいやつかなと思って、思ってたんですけど、別に誰も気にしてなくて、それが逆にちょっと寂しいかなって思ったりもしてたんですけど、あんまりカメラ持ってうろうろして YouTuber っぽい人はあんまり出会わなかったです。中にはいるとは思うんですけど、この1週間では数名ぐらいしか見なかったなっていう、どうでもいい話でした。
なんかわけわからんワッフルみたいなのを買ってみました。2枚もいらんね。うまい。あ、トウモロコシ入ってる。変な味でうまい。変な味でうまいっていう変なコメントしてましたけど、まあ変な味でうまいのかなと見返してみて思ってました。マンゴージュース買ってみました。これちょっと高かった。高いって言っても安いんですけど、ちょい高360円、400円しないぐらいだったかなと思います。見ての通りかなりブリブリなマンゴーが入っているので、結構豪華でうまかったんですけど、かなりお腹いっぱいになる感じでございました。で、一人でこんな感じで座ってマンゴーを食べるおじさんしてました。これ古本屋ですね。本ばっかりもういっぱい敷き詰められてて、なんか見てるだけでおもろいみたいなお店ですね。中入るとすごい静かで、落ち着く場所やったんで、ちょっと撮ったりしておりました。置いてる本は洋書ばっかりなんで、何が何ってどれがいいのかようわからん感じですけど、なんか変に落ち着くなっていう空間だったので、割とぼーっとして長居してる状態でございます。จากคุณพิธาก็จะมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาภรณ์ซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าแต่บทบาทจริงๆคือแม่บ้านแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคคือการคุมทิศทางเป็นอยู่หลังบ้านคุมทิศทางขณะเดียวกันลงมาจากคุณพิธากับคุณชัยธวัฒน์เราจะเห็นระดับ2ที่มีกองで、だいぶ歩いて見て回った気がするんですけど、チャート着市場側の方では、T シャツ1枚ぐらいですかね、買ったって感じですね。古着があんまりいいのなかったんで、チャート着市場の前にあるビル、バンスージャンクションショッピングセンターっていうところに、来ました。5階建てで、これ一番上の5階ですかね、無駄というか、ただ広いスペースがあって、これちゃんと着市場はですね、見下ろせる感じ、道路を隔てて、大きいビル、赤いビルが、ある中に入ってます。で、T シャツ、古着は結構、4階、3階ぐらいにあったので、ここで古着をいろいろ探していったりしてました。ただ数がめちゃめちゃ多いので、ちょっと全部見回るのは結構大変ではありましたね。で、T シャツがだいたい100から300バーツぐらい、400円、1000円ちょいぐらいの店が多くて、中にはヴィンテージの店とかあると思うんです。多分そこ行ったらもっと高い T シャツとか、プレミアの T シャツとかいろいろあると思うんですけど、私見てる T シャツだいたい安めの、400円とか1000円ちょいとかの店をうろうろこんな感じで見たりしておりました。冬服もあるんですけど、ナイキとかアディダスとかスポーツブランドとか、アウトドアのコロンビアとかノースフェイスもあるんですが、めちゃめちゃ安いなって、日本で買うよりか全然安いんですけど、めちゃめちゃ安いなっていう感じではなくて、あといいのあんまないかなって思ったりしてたので、
ちょっと探し方か見る店が良くなかったかもしれないんですけど、カーハートのジャケットとかも、これカーハートですね、あるんですが、めっちゃ安くもなくて、これ5000円ぐらい、したりするので、なんか、ビビッと来なかったです。どっちかというと T シャツが多くて、この旅行の T シャツ私2枚ぐらいしか持ってきてないので、とりあえずちょっと T シャツを買わないとダメだなっていうので、ちょっと候補いろいろ出したりしてました。これノーティカの T シャツですね。これも1000円ぐらいやったと思うんです。これはちょっと買わなかったんですけど、あとデスローの T シャツとかあったりしたので、ちょっと悩んだりしてました。あとはバットマンのロゴが入った、これは寝巻きでいいかなとか、あとアディダスの T シャツ、これちょっと値段しましたね。1200円ぐらいですかね。前と後ろに両面入ってる T シャツでした。あとはチャンピオンの T シャツ、これは寝巻きで着ようかどうしようかなって感じで、これは1枚買ったやつですね。っていう感じで、T シャツ結構いろいろあったんで、いろいろ探したりしておりました。お店こんな感じで、こじんまりしてるんですけど、すごくスタッフの方も愛想よくて、めちゃめちゃ丁寧に畳んでくれてましたね。チャットチャックの市場よりかは見やすくて、涼しい、屋内なので涼しくて、見やすくてよかったかなと思います。古着買い付けしてる人とかやったらかなり有名なビルなんじゃないのかなと思ってたんですが、私はここは初めて来たので、結構テンション上がっていろいろ見たりしておりました。冬服もまあまああるにはあるっていう感じですね。もう T シャツはとりあえずもう量が多くて、もうこんな感じで一枚一枚パッと見でどうしようかなっていう感じでいろいろ見たりしておりましたが、割と首元がだるだるだったり、穴が開いてたり、汚れてたり、状態が良くないものがいっぱいやっぱ入ってたりするんですけど、生地が分厚めとか、ギルダンのメーカーのやつとかがいろいろ中にはあったりするので、それを探したり、いろいろ探しておりました。冬服漁ってたんですけど、ちょっとアディダスの高校の時流行ったようなナイロンのジャケットとかありました。これ裏地がアディダスの葉っぱのロゴが入ってて結構珍しいなと思って見てたんですけど、カラーがちょっとなんか小学生みたいなんで買わなかったんですけど、中を開けるとですね、その葉っぱがロゴがいっぱい入ってて、なんか珍しいと思って見てました。けど色がちょっと可愛すぎるんで、これは買わなかったです。多分3、4千ぐらいしたんちゃうかなと思います。で、またアディダスなんですけど、アディダスのフリースがあったんで、ちょっと珍しいなと思ってみたんですが、タグのところがもう色カスカスで、もうちょっとダメだなと思ったんで、これは買わなかったです。下の階降りてきまして、多分4階やと思うんですけど、まだ懲りずに、T シャツを、探しまくってました。もうええやろっていうぐらい、見てたんですけど、それなりにいいのがあったりなかったり。
これはクラッシュバンディクーの T シャツですね。かなり黒カラーも色あせた黒になってるんですが、奥さんがクラッシュバンディクー好きなので、ちょっとお土産代わりに、買いました。多分100バーツ400円ぐらいだったかなと思います。あとこういうビギーの T シャツもあったんですけど、首元が伸びきってたので、これはちょっとパスしました。パルプフィクションのこういう T シャツもあったんですけど、これがブート品なのかリプリントなのかよくわかんないのでパスしました。なぜかある店ではクリス・ブラウンの、ツアー T シャツみたいなのが大量にある店があって、なんやろなって思って見てました。クリス・ブラウン最近、見ないんで、これと2015年なんでもう10年ぐらい前のやつですね。クリス・ブラウンどうしてんのかなってちょっと思ってました。で、その中にですね、ウッドストック94年の T シャツがありまして、私あんまり詳しくないんですけど、このライブの T シャツ買っといてよかったなと思って今ちょっと後悔してます。多分3、4千ぐらいで売ってたんで、状態も良かったんで、あれちょっと買っといてよかったなって今思いつつでした。で3、4回以降は、なんかこういうアンティークの、家具とかがちらほら置いてたりする感じです。これが建物ですね。割と目立つ感じであります。Thank you. で、もう一度1番のところ戻ってきまして、古着のところとかブラブラ見てました。こういうなんか生地つなぎ合わせて、カーハットとかディッキーズのロゴをペッて貼って、オフィシャルじゃないようなポーチを結構見かけました。ただそこまで高くなくて、これで280バーツとかって書いてるので、1個1200円ぐらいとかですね。これあんまり日本では見かけないかなと思ってました。で、靴もですね、こんな感じで大量にあるんですが、今回靴は一足も買わず、なんか本物か偽物かようわからんものがいろいろ混ざって置いてました。これ一足350って書いてるんで、1200ちょいとかですかね。なんか新品のような古着のような靴が乱雑に積まれてます。もうだいぶ歩き疲れて、帰ろうかなと思ってたんですが、ちょっとまだ古着のエリアうろうろしてたら、40バーツ1枚160円ぐらいの、古着屋があったので、見てましたが、ここはヨレヨレの、ものばかりだったので、ちょっともうええかなと思って、でもここずっとばかりに一応見るみたいな感じで、ちょっとずつ見てました。いろいろ見て回ってたんですが、あっちのビルの建物の方が割と好みのものが多かったなっていう感じで、あと見やすさとかも考えると、ジャドジャックの市場よりかはビルの中の方が涼しいですし、数も多かったり、値段は張るんですけど、いろいろ豊富なものがあったんで、あっち側がいいかなと思ってます。一瞬だけの。簡単に頭つけてこうかなって。そうですか。甘いのに辛い。
シャツ買って撮影していきます。ライオンキングの T シャツ、多分100バーツぐらいでした。メイドイン USA で、ディズニータグで 2XL ぐらいです。ちょっと色あせてるけど、いいかなと思って買ってみました。裏は何も書いてません。はい、次はポロスポーツのグレーのポロシャツです。サイズは M です。ボタンがなぜか4つあってちょっと珍しいかなと思って買ってみました。状態はちょっとあんま良くなくて、ここら辺がちょっとほどけてたりします。これはちょっと着るかわかんないけど、まあ買ってみました。これも200バーツぐらいだったかなと思います。はい、次はホイットニー・ヒューストンのプリントの入った、T シャツです。結構割れてきそうな感じですけど、またなんとか着れるかなって感じで、サイズは 2XL だけど、そこまで丈は長くなくて肩幅がデカめな感じでした。裏は何もないです。これも着れたら寝巻きかなと思って買いました。多分200バーツ、100バーツか200バーツだったと思います。はい、次アウトキャストの、アルバムの T シャツです。これ結構ちっちゃくてサイズが、M です。肩幅も狭くて袖のところもかなり短いです。多分どっちかっていうとレディース向けかなと思うんですけど、裏が、アルバムの曲名が入ってます。アウトキャスト聞いたことあるんですけど全部は知らないです。このミス・ジャクソンとかは結構有名、 B.O.B も結構有名かなと思います。これは売れたらいいかなと思って買いました。以上です。次ブルーノ・マーズの、エアカナダトロントのツアー T シャツ、エアカナダセントラルのツアー T シャツ、2014年なんで10年前の T シャツです。タグは、3A エールスタイル、ちょっと破れちゃってますけど、これもサイズが結構ちっちゃくて多分レディースなのでちょっと私は着れないかなと思いますが、状態は割と良さげです。定番のチャンピオンの T シャツ XL、グレーの T シャツです。これ状態が良くてこれは着れるかなと思います。これは200バーツぐらいでしたので、これはタイで着ようかなと思います。次はアディダスの T シャツです。サイズはちょっと書いてないです。 L で割と大きめで、昨日着てて、洗濯したのでちょっとよれて首元もかなりよれちゃってます。ところどころ穴が開いてるので寝巻きになるかなと思います。裏はアディダスの反転のプリントが入ってました。これは200バーツぐらいだったと思います。はい、最後バットマンの T シャツに XL、 これはどこでも売ってそうな大きいロゴが入った T シャツ、ユニクロとかでも昔売ってそうな黒い T シャツです。これは寝巻きにしたいと思って買いました。80バーツぐらいだったかな。以上です。